順仁天皇の信任を受け、絶大な力を得た藤原中丸は右大臣に就任しました。彼は遣唐使を通じて伝わってきた唐の最新情報をいち早く取り入れ、現実的な政策へと落とし込み、唐を見習った政治を推し進めていきました。その一環として役職の呼び方も唐風に改めています。具体的には中丸が就任した右大臣は大宝と改称され、後に昇進して就任した太政大臣は大師と改められました。特に臣下として太政大臣に就任したのは藤原中丸が初めてのことです。この期間こそまさに藤原中丸の権勢が最高潮に達した時期でした。しかし中丸は単に朝廷内の地位を高めるだけではなく、より強固な権力基盤を築こうと考えました。そのため彼は新たな都の建設を計画します。その際に参考にしたのが当時の唐で行われた政策でした。唐では首都である長安とは別に政治や軍事の拠点となるもう一つの重要な都市を設けることがあったのです。この政策を参考にした中丸は日本でも平城京に匹敵するもう一つの都市を造営することを決め、近江国に洞宮を建設しました。近江国は中丸が長年拠点としていた場所であり、新たな都市を築くことで自身の権力を誇示する狙いもあったと考えられます。またこの頃の日本では仏教と政治が深く結びついており、聖武天皇の時代には国家事業として東大寺の造営が進められました。こうして急速に勢力を拡大した仏教は政治や社会に強い影響を及ぼすようになりましたが、僧侶の数が増えていくと中には決まりを守らない僧侶も現れます。これはまずい。そう考えた中丸は仏教界の規律を立て直さなければと考えて改革に乗り出しました。全国の僧侶を統括する制度を整え、そのトップに鑑真と老弁という2人の僧侶を任命したのです。鑑真は唐から日本に渡り仏教の決まりを伝えた僧侶で、老弁は東大寺の初代別当、つまり責任者を務めた僧侶です。こうして中丸は乱れた仏教界の粛清を進めていきました。これは単なる宗教改革ではなく、僧侶が政治に介入しすぎることを防ぎ、国家の安定を図る狙いもあったと考えられます。一方で中丸は国内の統治だけでなく、軍事政策にも積極的に取り組みました。その象徴が東北地方への進出です。この頃の日本では現在の東北地方に蝦夷氏と呼ばれる人々が住んでいました。蝦夷氏は朝廷の支配を受けず独自の文化や社会を持っていたため、朝廷はこの地域を征服すべき土地とみなし支配の拡大を図っていたのです。すでに朝廷は東北地方への進出を進めており、多賀城などの城郭を築き軍事行政の拠点としていました。しかし蝦夷氏の激しい抵抗に遭い戦いは長期化していきます。そのような中、藤原中丸が権力を強め国家の軍事政策を主導する立場となると、東北計略を本格化させるという決断を下し、息子にその指揮を任せました。こうして城や道路の整備が推進され、東北地方における朝廷の影響力は拡大していきます。しかし当然ですが、この政策は蝦夷氏との対立をさらに深めることにもつながり、後に大規模な戦いへと発展していくことになったのです。また中丸は東北だけにとどまらず、朝鮮半島の新羅まで勢力を拡大しようと計画していました。白月の絵の戦いでの敗北以来、日本にとって新羅征討は長年の悲願だったのです。そんな中、唐に渡った日本の使者が新羅の使者と席順をめぐって対立します。新羅側が日本より上の席に座ることになっていたため、日本の使者は席順を入れ替えてほしいと唐に抗議したのです。唐側はこれを受け入れて新羅の使者を日本の使者より下に変更しましたが、新羅からするとこれは屈辱的な出来事です。その後日本から新羅へ使者を派遣することがありましたが、その際に王との面会は許さないと冷遇されるようになるなど、日本と新羅の関係は悪化。日本国内では新羅に攻め込むべきだという声が高まります。しかもこの頃の渤海は日本との同盟関係を強化しようと考えて積極的に接触を図っています。これはチャンスだ。そう考えた中丸は渤海と連携し、新羅に圧力をかけることを考えました。しかし日本国内で発生した不作により全国で餓死者が続出し、日本は他国に侵攻する余裕を失ったため、中丸の新羅征討計画は頓挫してしまったのです。それでは国内の動きに視点を戻しましょう。奈良時代の天皇はこれまで天武天皇の息子である日下部の王子の血筋が続いていました。しかしこの系統が途絶えたことで
皇統は同じく天武天皇の息子である舎人親王の血筋へと移ります。そしてこの新たな皇統から即位したのが順仁天皇です。新しい皇統が確立された以上、その正当性をより強固なものにする必要があります。そこで光明皇太后は順仁天皇に対し、父である舎人親王に尊号を献上してはどうかと勧めます。舎人親王の地位を高めることで新たな皇統の正当性を強調しようとしたのです。しかしこれに反対したのが光顕上皇でした。彼女にとってこの決定は自らの家系から皇統が外れることを意味します。それを快く思わなかった光顕上皇は順仁天皇から相談を受けると、尊号の献上は遠慮した方が良いだろうと反対しました。それでも光明皇太后は何度もこれを進めたため、最終的に順仁天皇は父舎人親王に尊号を献上します。こうして光顕上皇と順仁天皇の間には確執が生まれ、光顕上皇は順仁天皇に不満を抱き、その不満を母光明皇太后が抑えるという構図が生まれたのです。しかし光明皇太后もついに60歳で崩御しました。長年朝廷の実権を握っていた彼女の死は大きな転機となります。中丸にとっては最大の後ろ盾を失うことになり、光顕上皇にとってはこれまで自分を押さえつけていた存在が消え、自由に動ける状況が生まれたのです。こうして順仁天皇、中丸陣営と光顕上皇との対立が決定的となり、再び泥沼の争いが始まっていくことになります。そんな中、平城京の改修を理由に光顕上皇と順仁天皇は洞宮へ行幸しました。しかしこの行幸の最中に光顕上皇は病に倒れ、道教という僧侶の手厚い看病を受けます。これをきっかけに光顕上皇は道教に深く帰依するようになりました。一方、順仁天皇は光顕上皇が道教を過度に寵愛していることを快く思いませんでした。そこで光顕上皇に対し道教についてあれこれと諫言したのですが、これを受けて光顕上皇は激怒。二人の対立は決定的となります。彼らは突如として平城宮に戻ると別居を開始。その後光顕上皇は出家して仏の弟子になると表明するとともに、順仁天皇の権限を大幅に制限する命令を下しました。順仁は小さな事柄のみを行え、大きな事柄は私が行う。順仁から天皇の権利を剥奪すると宣言したのです。しかし天皇の命令を正式なものとするために必要な印鑑は順仁天皇が持っていました。そのため光顕上皇の命令は法的な効力を持たず、その実行力はありませんでした。よってそれ以降も順仁天皇と藤原中丸は政治を動かし続けましたが、両勢力の激突は避けられない状況となっていきます。こうした状況を受け中丸は大軍を都に集結させ、光顕上皇を圧倒しようと動き始めました。しかし中丸が戦いの準備を進めているという密告が光顕上皇のもとへ届きます。これを受けて光顕上皇は小納言を送り込み、順仁天皇が持っている印鑑を奪取。この知らせを聞いた中丸は驚きます。軍勢を集めて数で圧倒するという成功法で戦おうとしていた中丸にとって、まさかいきなり印鑑を奪われるとは思っておらず、予想外の展開だったのです。中丸は急いで息子を送り込み、印鑑を奪い返そうと試みますが、光顕上皇はさらに援軍を派遣して中丸の息子を射殺。これに対して中丸も援軍を送ったものの、その兵も射殺され、ついに印鑑は光顕上皇の手中に落ちました。光顕上皇はこれを機にすぐさま中丸とその家族を謀反人と定め、中丸は反乱を起こした。中丸の命令は無効である。中丸の官位と藤原の姓を剥奪すると宣言しました。こうしてかつて前人未到の域まで達した藤原の中丸は一瞬にして国家の敵とされてしまったのです。中丸が狙われるようになったということは、それと連動して順仁天皇も標的となることを意味しています。順仁天皇は拘束されて軟禁状態に置かれた後、天皇の位を剥奪されました。全てを失った中丸は一族を集めて平城京から脱出。彼が目指したのは長年の拠点であった近江の国でした。かつて自らが設置した近江の国の庁舎を拠点とし、ここで反撃を図ろうと考えたのでしょう。しかし中丸の行動は光顕上皇側に見透かされており、軍勢を先回りさせ橋を焼き落とされていました。
これにより中丸は庁舎に入ることができず、さらに庁舎内部にいた中丸の仲間たちも次々と捕らえられてしまいます。こうして中丸の計画は完全に崩れ去りました。最後の望みは息子が長官を務める越前の国に逃げ込むことでしたが、高賢上皇側はこれも見透かしていました。先回りして越前の国府を制圧し、関所に軍勢を配置していたのです。このことを知らずに北上した中丸一行は関所の突破を試みるものの、待ち構えていた軍勢に阻まれて撤退を余儀なくされました。もはや逃げ場を失った中丸一行は来た道を戻って南下。しかしそこで追撃してきた高賢上皇の軍勢の本隊と衝突し、ついに決戦の末一族と共に討ち取られてしまったのです。こうして戦いの末、中丸派は一掃され、高賢上皇は勝利を収めました。そして彼女は再び即位し、聖徳天皇となります。もはやこの時の聖徳天皇を止められる者はいませんでした。父聖武天皇と母光明皇太后はすでに亡くなり、中継ぎの天皇も後見する上皇もいません。この上ない高貴な血統を持ち、藤原中丸を打倒するほどの圧倒的な実力を示したことで、聖徳天皇は絶大な権力を手に入れました。一方、すでに軟禁状態に置かれていた順仁天皇は、中丸と共謀して上皇を排除しようとしたという罪を着せられ、淡路島へと流されています。こうして朝廷では中丸派によって追いやられていた人々が次々と返り咲きました。その中にはかつて橘の奈良丸の変に関与したとして左遷されていた中丸の兄豊成の姿もありましたが、何よりも目を引いたのは新たに大臣禅師という役職に任命された僧侶道教の存在でした。出家した状態で再び即位した聖徳天皇は、出家の天皇には出家の大臣がふさわしいと言って道教を重用し、政権の中枢へと引き上げます。こうして聖徳天皇とその寵愛を受けた宋道教による仏教政治が始まっていくことになったのです。